いる場所がここにやられてる感じです。壁がもうボロボロになってしまって、下のボードまで行ってしまってるんで、おそらくこの浴槽の中でシャワーとかを浴びて濡れたまんまここにあった紙とか服の上を歩いて皆さんこんにちは。関西クリーンサービスの太田です。今回はですね、お客様の方から部屋を全て片付けてほしいということでご依頼をいただきました。ご依頼をされた理由なんですけども、今日から5日後に引っ越し業者が来るみたいなんです。お家の中、先ほど確認したんですけど、玄関から胸の高さぐらいからズドーンって積み上がっているような状況なんですけどね、4日間で作業しないといけないので、しっかりみんなで連携し合って作業させていただきたいんですけども、多分物量で言ったら過去最大じゃないかな。なんせね、奥の部屋に進めないんですよ。積み上がってるんで、お客さんもいるものあるので、それも確認しつつなので、本日からどうぞよろしくお願いします。動線を確保したいんですけど、出入り口のものがこういう状況なので、先にここから搬出して奥の部屋も触っていけたらなと思うんですけど、ここのところでお客様のいるものがありますので、選別してもらってここから片付けていきたいと思います。ちょっと段取り変更します。玄関がもうお客様ずっといらっしゃる場所で圧縮されて、なかなかゴミが出していけないので、急遽滑り台のようなものを作ってます。奥のキッチンまで続いてるんですけど、キッチンの方の紙をズルズルズルと滑らして、ここでみんなでキャッチして搬出していこうかなという今作戦を練りました。奥を片付けたら、この玄関周りをダブルの方向で攻めていけると思うので、そうしていきます。結構初めの工と比べて片付いたような気がしますが、いかがでしょうか。片付いてはないですね。ないですか。奥はもう結構出したんで、はい、ここからちょっとしっかり仕分けをしていきたいなと思いますが、まだまだありますね。本格的に玄関だけを攻めていく感じでよろしいでしょうか。そうですね。はい。だいぶ片付いてきましたね。お疲れ様です。片付けましたよ。どうなるかと思いましたけどね。肩のあたりぐらいまで確かありましたよね。そう。本当にこの高さぐらい。奥の方もいい感じですか。咲いてもらって、こっちもだいぶ高さあった。ここまでありましたから。それがぐーって減って、高くても膝ぐらい。ただこっちの部屋は今袋に詰まっているものが、スタッフが詰めてくれた、紙類になります。雑誌とか本ですね。これを今からどんどん出していくわけなんですけど、これ出したらだいぶすっきりするかなと。あと残り3日間。今日はちょっと時間が遅いんで、またこういう紙を出したら今日の1日目は終了しようかなと思ってるんですけど、あと3日あれば終わるかなと。疲れましたね。いろいろ取ってほしいんやけど、はい、こういう壁、これゴキブリの糞、ゴキブリが歩きながら糞をしてシュッとついてるようなこの跡なんですけど、ちょっと玄関に戻って、これ多分積み重なったゴミで壁がもうボロボロになってしまって、下のボードまで行ってしまってるんで、こっちとこっちですね。あ、こっちもちょっと修繕がだいぶ必要な。1日目にしては進捗としてはいいかなと私自身思いますので、明日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。
おはようございますおはようございます。昨日に引き続き作業を行うわけなんですけども、昨日初日で結構いいところまで行けたので、今日2日は気合を入れて、キッチンと玄関、できればキッチンの横の本がすごい積み重ねてた部屋まで行けたらいいなっていう、そこまで行けばすごい上出来だと思うので、今日入れた3日間あるので、しっかりまた連携し合って声かけ合って作業していきたいなと思います。なんせ紙が多いんで、しっかり分別して作業を進めたいと思います。本日2日目よろしくお願いします。お願いします。ここまでなっちゃう人ってどういう人に多いんですか？こうなっちゃう人ですよね。はい。大概、片付けが苦手とか、仕事が忙しいとか、日常で関わってくるところが主な原因でもあるのかなとは思うんですけど、仕事遅かったらやっぱりどうしても寝てしまったりとか、ついゴミ出し間に合わなかったりとかっていうのが僕の中で多いかなと思うんですよね。その中でもやっぱりたまに怪我してしまって、そこからゴミ出しとか片付けがろくにできなかったりとか、悩んでる方たくさんいると思うんですよ。もうこういう方たちの片付きよっていうのがもう大いなるストレスだと思うので、一人では抱え込まないでいただきたいですよね。気がついたらこういうことになってるんで。相談だけとかでもいいんですかね？ああ、そうです。もうお電話でもいただければ、お見積もりも無料なんで、一旦どういう状況なのかっていうのを現地で見ないと見積もりも出せないし、ご相談もできないと思いますちなみになんかぼったくりじゃないですけど、ので、はい、そういう業者もいてみたいな話されてたじゃないですか。はい、有料業者見分ける方法とかってあるんですか？やっぱり見積もりは何社か取った方が絶対いいかなと思います。その中で私たちはこう動画で配信したりとか、実際どういうスタッフとかどういうやり方でとかっていうのを見れますので、そういうのも判断の一つにしてもいいかなと思うし、口コミ結構多いじゃないですか。 Google マップでも見れますし、そういうのも一つの手かなとは思いますけど、あんまり安すぎるのも怖いし、高すぎるのも怖いし、難しいところではありますけど、関西クリーンサービスさんは関西圏だけですか？今のところそうですね。たまに滋賀県行ったりとかしますけど、言って近いじゃないですか。もっと遠い関東だったり北海道とかになった時って、その地域で有料な業者を見つけてもらわないといけないじゃないですか。そうですね。そんな時になんか基準みたいのがあったらいいですけどね。難しいですね。でもそこは何せ一度問い合わせてみることが一番いいかなと思います。たまに現地来て断らせないように何か一品持って帰るとかっていう業者さんもいろいろいらっしゃるし、追加料金が一番ね、ぼったくりの中で一番多いと思うので、その辺の確認はしっかりしてもらった方が、きっちり見積もりの時にそういうとこも細かく言ってくれる業者がいいですね。そうですね。こういうケースがあったら追加になるかもとか。はい。なのでしっかり見積もり、気になることは全部聞いていいと思います。だいぶ床も見えてきて、そうですね。ここ畳見えたんですけど、もう終わるんじゃないですか？そしたらいやいや、こちらだいぶまだまだ。もう笑いますよね。次3日間はこれ紙を出すもう作業が主になると思います。今日はここまでですか？はい、そうですね。今日はここまでで、あとこの片付けたところに一旦お客様のお荷物をトラックに積んでるものがあるので、ちょっと1日空きます。なのでここに空いてるスペースに置いて次作業入るんですけども、
ここまでなんとか2日でいけたので、進捗としては本当にいい方だと思います。はい。手前もちょっと見ますか。そうですね。玄関はすっきりして、キッチン、こんだけ残ってるんですけど、これはちょっと今バーッとこっちに避けた分と、あとこのトイレの分、だいぶ高さが、そうなんです。トイレのもう便座のカバーが見えてきましたね。一日でも早くトイレをできるように次の日は完全に終わらしたいと思います。はい。キッチンはまた後日確認するんですけど、結構いるものがあったりいらないものがあったり、サイドのボードはいるし、中の鍋とかもなんか必要っていうことだったので、確認しつつ作業はしたいかなと思っております。はい。廊下は好きですね。すっきりなんですけども、なんか土みたいな砂みたいになってるんですよ。こうやって髪が風化して、おそらくそうなんですよね。布ももうボロボロになってたんで、多分いろんなものが混じって、これ1日でも説明したんですけど、すごいですよねこれ壁。多分圧迫してはい、潰れてしまってるんで、これそれがさっきここ開け覗いた、そう開けたいんですけど、ここ結構今崩してしまうと雪崩が発生するんで、ここは置いといた方がいいかなと。ベランダからも次本出せるので、多分3日目はすごいいい進捗でこの部屋は片付くと思うので、もう見えてきましたね。あと2日大変ですね。お疲れ様です。いや、お疲れ様でした本当に。よし、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。3日目です。今日はベランダから搬出できる部屋が窓が開いたので、そこからもうどんどん本とか紙を出していきたいなと思います。だからあそこが結構本出せたらだいぶすっきりすると思うので、なおかつ今まだ残ってる浴室とか、あとトイレ、キッチンも少し残ってるので、そこはもう必ず終わらせたいなと思います。今日はちょっと勝負どころにもなってくると思いますので、3日目もどうぞよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ここで3日目は終了とさせていただこうかなと思います。進捗として大変よろしいです。キッチンも綺麗ですし、お風呂場見えますか？浴室も綺麗っていうか、処分するものは出せたので、ただ私も途中見たんですけど、床なんて言うんでしょう、おそらくこの浴槽の中でシャワーとかを浴びて濡れたまんまここにあった紙とか服の上を歩いてここの空間に出て拭いたりしてたと。水が滴って下に行ってちょっとドロドロになってる状態でした。はい、ここは終わりました。はい、こっちの部屋なんですけど、見ての通りだいぶすっきりしてます。すっきりしたものの、このお客様のいるもの2日目より多分だいぶ増えてると思うんですけど、いるものはこちらに避けさせてもらって、ここは見えますか？初日から聞いてたんですけども、こういう U パックの箱に入ってるこの箱はだいたいいるものが入ってるみたいなんですけど、もしかしたらいらないものもあるかもしれないということで、今日はここで私たちももう作業は終わりなので、お客様にこの時間からできる限りちょっといらないものを選別していただいて、明日の最終日に処分してしまおうかなと思いますので、はい、ここはお客様にもお声かけさせていただいてます。はい、っていう状況です。今一番のメイン、はい、ここですね。めっちゃ減りましたよね。本当に天井の高さぐらいまで高さがあったものが
だいぶここまで減ってます。膝もないぐらいですね。やっぱり割合的に非常に紙が多かったので、今まで2トン車6台出てます。3日目12トン12トンもあるかないかぐらいの紙の量が出てます。まだあるんですけどね、はい、明日は1台でいけるかなと思うので、明日で完全に終わらせないといけないので、今日はねもうだいぶ遅い時間まで作業となるので、近隣の方もねご迷惑をおかけしますので、結構目処はつきましたので、明日で必ず終わらせてお客様にご確認していただこうかなと思います。はい、3日目お疲れ様でした。おはようございます。4日目最終日になります。本当にあと1部屋の空間だけなので、そこをしっかり今日は最終片付ければなと、綺麗にできたらなと思います。お客様のいるかもっていうおっしゃってた段ボールの積み重なってる分とか、結構いらない分が出てきてるみたいなので、その辺もきっちりね、処分をするものは処分、いるものはいるものできっちり分別して、最終本当に綺麗に終われるように今日はさらに気合を入れてやっていきたいなと思います。みんなでね気合い入れて最終日は頑張りたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。お願いします。いくつか質問インタビューさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。一つ目なんですけども、清掃のご依頼を決意したきっかけは何でしたか。ちょっと体壊して今の環境に暮らすのはちょっと難しいなと思って片付けようと思ったんですけど、片付けてもかなり狭いのは分かってたので、引っ越しをしようと思って、引っ越したんで荷物を搬出できるようにしないといけないので、みんなにしてきれいにしてから引っ越しをしようと。はい、ありがとうございます。実際にゴミがたまることでどのような困りごとがありましたか。もともと本多いんですけど、本が取り出せなくて、戻ってる本が探せないところもあるんで、戻ってるはずなんだけど、どんどん溢れてって、見ようと思ったところ本が崩れてきてて見えないとかで、どんどんと居場所がなくなってやられてる感じで、物が多いんで片付けようにも片付けられない。片付け場所がどんどん入ってくるんで、こっちに住んでから片付けるとかっていうことがだんだん難しくなって、片付けようにもどける場所がなくなってくるというか、なのでもうちょっと大変だなと思って。ありがとうございます。過去を思い出してゴミ屋敷になるならないのターニングポイントはありましたか。難しいところがあるんですけど、もともとちょっと荷物がプラス的な荷物があって、本とかがすれてきて、本の山が何個かあったら崩れたりとか、釣り直すのが大変になってるんですよ。そうするとちょっともう片付けがなくなってものそのままでいくかみたいなって言って。気がつけばこういう状況になってた。それがもし片付けれそうな環境であればこういうことにはなってなかった。かなり早い段階でそうしとかないと、広がってくると山をどけると山を積み直すぐらいしかできることがない。自治体の支援であったり身近な人に頼ることっていうのはなかったんですかね。ちょっと難しいですね。もう結局捨てたいけど捨てれるには分別しないといけない。その作業もできないんで、狭くて入ってもらっている状態でもないんで、ちょっと考えてなかったです。やっぱり見せたくないっていうのも見せたくないのもありました。見せたくないのもあるし、ゴミ出そうと思ってもガラスまでに部屋の中に並べとかないといけないんですよね。だからそれまでそんなゴミとゴミじゃないものばっかり置く場所もないんで、無理だなと。同じようにゴミ屋敷で悩んでる方にメッセージを送るとするとどんなことをお伝えしたいですか。もう自分の気のなくなったら業者さんに頼んだ方が勝つんだと思うので、早めに頼んでもらった方がいいかなと。ありがとうございました。これで質問インタビューは終了となります。ご協力ありがとうございます。お疲れ様でした。今日の4日目の最終清掃が終了いたしました。初日がもう本当にどうなるんやろっていう感じで、
作業してたと思うんですけど、無事に終わることができました。作業人数っていうのがまず各1日ずつ4日間ですね。1日5名なので4日で20名、各1日2トン車1台、平ボディの2トン車が2台、3トン車1台使ってます。平ボディの2トン車は紙をこう積み込むトラックなんですけど、それを1日2台使ってます。ってことは3日間までは2台使ってました。今日最終日が1台なんで7台使ってます。この2トン車平ボディ全部満帆です、紙。ってことは約14トン分ぐらい紙出てます。毎日その3トン車も使ってたんですけど、そこまで処分するものが少なかったので、割合的にも本当に紙が多かったんです。14トンですよ、14トン。紙って結構やっぱ1袋まとめたりするとすごく重たくなるんですけど、そのトラックが7台分出てるんで相当ですよね。それぐらいあったと。1日5名ずつ作業スタッフ入ってたんですけど、ちょうどよかったですよね。これ4日目はちょっと余裕も出て片付けが終わりましたので、無事終わりました。お客様も確認してもらって喜んではります。ありがとうございましたっていただけましたので、本当に無事に終われてよかったなと思います。本当に4日間ありがとうございました。ありがとうございました。